こんにちは。じゃあ今日はですね、この間、いつも応援していただいている視聴者の方がですね、作ってみたんですけど、これ Q さんに渡していただけますかっていうことで持ってきていただいた。これは何て言うんだろうな。何ですか？空中庭園。クッパがいそうな。クッパ城。はい。鎖につながれてここに空中浮遊しているようなスタンドというか鉢というかを、作ってきましたっていうことで、ちょっとこれを面白くできませんかっていうことで持ってきてもらった感じですね。ありがたいですね。はい。これどこがあれですね、いつもこれとかこういうのを作ってくださってる、食をね、はい、作ってる方です。外でも使えるっていうのを作ってくださった方ですけど、実際これをちょっとどうしようかみたいな Q さんといろいろ悩みまして、なんかできたらねっていう話でやってはいたんですけども、実際トリッキーな鉢となってまして、で、一応ここに穴が開いてるんですけど、この穴を生かしてちょっと植物を植えられるような形ちょっと持っていきたいなというふうに思ってます。で、今回なんですけど、ちょっといろいろ探した結果、この心拍、うちにあるこの心拍をつけて、ちょっと一個、盆栽と融合したような作品にできたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっと大前提としてなんですが、穴がちっちゃいんですよ。で、これだけはちょっとやばいなと思ってまして、そうですね。土があんま入らない。なので、まず強い木じゃないといけない。で、それと水やりも頻度は多くなると思うんですが、それに耐える木ではないといけない。って考えるとやっぱ心拍かなっていうところと、あとはこんだけちょっと高低差が出てしまう木になるので、このまま上に行くとまたちょっと違うのかなと思っていて、この上から下にっていうのを生かすんであればやっぱこういう県外町がいいかなと思ってます。ただ普通の県外半県外でいうとちょっとこの部分が空きすぎてしまうので、これぐらいタッパの長さがあると非常に統一感が出てくるかなと感じましたので、今回はこれでやっていきます。ただちょっとポケットがちっちゃい関係で、ここはもう全部おそらく毛と土になるかなと思ってます。こうちょっと高盛りするような感じですよね。じゃないと水の持ちが悪くて、正直今このぐらいの鉢に入ってますので、ある程度落とすにしても土自体はやっぱり必要なんです。なので、このポケットに収まるよりかは、ちょっとこう高盛りにして、で苔を最後あしらってあげれば格好はつくんじゃないかなと思ってます。で、早速作業をやっていくんですが、まずこれ自体には、針金がついてますので、これを使っていければいいかなと思ってます。で、また毛と土は後で用意しますね。なので一回これは置いてきます。この木はですね、もともとこちらが正面でした。うちに来て4年ぐらい経ってるかもしれないですね。なかなか、仙台が好きで買ったものなんですけど、買い手がなかなか見つからずに、そのうちにちょっとだいぶ枝が枯れてしまったんですよ。なのでより売れなくなってしまったっていうのもありまして、ずっとうちにありました。で、ただ僕としてはこの動きが良くて面白いなと思ってるんですね。厳しさもありながらもしなやかさがあって、そういう木なので、これをちょっと第二の人生という形で、やっていきたいなというふうに思ってます。で、一番重要なのはここの枝、頭の部分が枯れてしまいました。枯れあるじゃないですか。あるんですけど、もっとこんもりあったんです。これぐらいあったんですよ。それが枯れてしまって、その中の一部がこんだけ今出てきてる状態なんですけど、こっちで作ってもいいかなとは思ってます。こっちっていうのは逆で、ここですね。できそうですね。これを頭にして、こういう風にで、これは裏枝もしくは落としちゃう、切っちゃって、これを差し枝でギュッて作れれば。シャリはそっちの方がいい？どっちもどっちかなと思ってます。捻転するのはこっちの方が綺麗かなとは思いますけど、こっちを作れるんですけど、一旦ちょっと考えながら作ろうかなと
思います。まず掃除から始めます。はい。で針金もかかってるのでちょっとつどつどで落としていきます。もう何年もやってなかったですもんね。盆栽のいいとこってね、こう時間をかけてまた違う人生を作るっていうのもできるのがいいところですよね。ポエマーですね。ボキャブラリーのないポエマーです。当時のいいところがあってけどそれがダメになっちゃってみたいな。で買い手が現れないけどじゃあ違う作業をしてもうちょっと違うように輝かせてあげるっていうことができるのは盆栽ならではですね。外しています。はい。いました。芋肌が見えてきましたね。はい。まあ実際枝の方もまだちょっと完全に取り切れてないところあるんですが、はい、見た目的にはとりあえずここができればいいかなと思ったので、はい、実際にじゃあこれを針金をかけていくんですけど、どうしようかな。正面をね、まずやっぱり捻転加減はこっちですよね。で意外とまあこっちもどうにか使えるかなとは思ってきました。そうですね。こっちでやるかね。じゃあやりましょう。じゃあ元のじゃあ1にしましょう。ということで針金をかけていきましょう。針金はどんな感じで？もうそこまでギュインと曲げる必要はないので整えて下っ端を透かして伸びてるところはちょっと詰めて、はい、まとまるように棚を作っていければいいかなと思ってます。わかりました。はい。今実際に、ここに枝があるんですけどちょっとこの辺がちょっと開いちゃってるような感じがあるので、差し枝本来はこの全体で作る予定だったんですけどここの上に出てるやつ若干こう右に寄ってあげてでこう棚を開けるような感じにしてあげようかなと。その方が多分重厚感っていうかが出るかなと思いましたので、なのでここには太い針金をかけないといけないですね。こう間から生えてるような葉っぱも同時に取っていきます。恥ずかし的な。そうですね。この木はどうしても枝が枯れてしまった木なんですね、なので一定のところからブクブクっといっぱい葉っぱが出て再生していった木になるので非常に混んでるところは混んでるんですよ、なので枝をはっきりさせてあげるためにこういう風に出します。腹分してみて曲げてますか？はい。これをね前に持ってったんだ。グイッと。そうですね。流れが変わります？いやいや変わらないですよ。ああ、そうね。これだけだからこっちでも違いですね。やっぱ頭弱いですね。めちゃくちゃ。しょうがないですね。はい。お昼食べましょう。ランチタイム。今日はママの麻婆豆腐だそうです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ママの味でしたね。クックドゥです。クックドゥの味でした。なんか注意することとかありますか？そうです。ちょっと完全に葉っぱが充実してる木ではないので、ちょっとまとめるのが大変かもしれないですけど、一旦その下っ端とかを本当にいらないところは取っちゃって一旦作り直しするっていう感覚で作れば、一時期はもちろんね寂しいかもしれないですけどこの1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいすればだんだん充実してくると思うんで、だからないなりにやっていかないといけないんで、こんな感じか。棚がね綺麗に分かれて言いましたか。さすがですね。ちょっと差はでかいですけどね、
棚のある場所とない場所での、頭はやっぱり寂しい状態なんで、またね伸びてくるんであれなんですけど、今はちょっと差がありすぎますよね。ただ実際これ育てていけばこんもりこんもりしてきますから、そうなったらようやっと形にはなってくるんじゃないかなと思いますけど、一旦これで完成でしちゃいましょうね。これで、じゃあいよいよつけていく時です。でさっきまで凍結してたんですけど、ちょうどいい感じで乾燥もしてきて溶けました。いよいよ、ちょっとこのアルミ線、これ実際に1回使ったらしいんですよ。で前の針金がちょっと残ってるんで、上に拡張する感じ。短いですよね。すごいね、こうやってレンガのね色も変えてね、それを見せれるかっていうところですね。位置的にちょっと見える程度で、ど根性大根とかあったじゃないですか今年、ああいう感じになればいいよね。ど根性心拍は根性心拍、そこの間に通して結んじゃうか。やっぱ大丈夫じゃない？いよいよまだ根の状態見てないですからね。そうですよ。どうなるかわかんないですね。元気そうですね。そうですね、元気なんで逆にどこまで取れるかっていう感じかなと思うんですけど、でもすごく元気ではないね。外側いっぱいあったけどね、内側あんまないね。枝枯れた原因あるかもしれないですね、そういうところ。さらに厳しくしようとしてるでしょ。でもそれはそれで一個のやり方ですよね。土をちょっと一回減らして乾きを良くするっていうの。なるほどね。結構ちっちゃくなった。入りそうですね。入りそうっていうか収まりそう。収まりそう。ちゃんと高盛りすれば。でちょっと長いの言います。これはいらないですね。これ太くなっちゃってるけど先に根っこがないような根っこ、こういうのはもう必要ないので、細かい根っこを生かしてあげればいいと思います。想像以上にちっちゃくなったですね。嬉しい子さんっていうか、そこまで切ってないですもんね。太いのをパッパッパって切っただけだから。そう、合体って感じ。合体。バランスいいですよ。いいですか？バランスいいよな。本当ですか？見てみて。いいんじゃない？いいよね、なんかね。一応ね、いろんな候補があって、どれにしようかみたいな悩んで結局これになったんですけど、これで良かったですね。そうね。狛弓か。狛弓の県外とかあったんですけど。頭もちょっと入ってます。ちょっと入れました。最初にですね、敷き詰めます。ここがポケットになってくれるからね。土の量はペタって地面に張るよりかはありますよね。この下に根っこがいってくれるんで。ちゃんと水はけを考えられて、それとは。そういうことか。こうやって針金かければいいかな。こっちと。で、ちょっともう隠しちゃうようですけど。ちょっと広めに。もう乗っける感じだね、本当にね。この間に入れていきましょう。しっかり。こうやって押し込みます。で一旦ちょっと仮止めしますね。仮止めしましょう。うわ、どうしました？鉢の足は折っちゃった？違う切れた？再起可能。てっきりあれだ、
と領収書だけ渡してお金も返してくる。過去のやらかしエピソードがここでもかと。面接中に女が来た話もあるけど、メンヘラのメンヘラの女の子が来た話もあるけど。ちょっと待って、起きたか。でもいいか。もうちょいこっち。これぐらい？こんぐらいかな。このぐらいですよね。うん。これぐらいか。これいいね。じゃあ改良点をちゃんと指摘して、そしたらすごくバリエーションとしてはね、面白いですよね。なんかいいよ。木が負けてないよ、なんか。これに合わせる木ってなかなかないですね。はい。もう結構だってもらってからだいぶ経ってるもんね。そうですね。根っこを今の段階でちょっと入れていきます。毛と土の中に。これ以上大きくしないようにってこと？いや、大きくはするんだけど、この時点で入れちゃった方が下向きに入れちゃった方がいいんで、上から重ねるっていうよりかは、そうすると空気の層ができちゃうんで、この時点で持っちゃう。このレンガ感をどこまで見せるかですよね。レンガ感ちょっと見えたいですね、正面からでもね。でちょっとさ、ここ削ってとかグッて、そうそうこっちにつける。いいんじゃない？ありましたって感じですね。ありました、こういうの。もうどういうこと？すでに。そんぐらい合ってると、きっと器が。OK よ。こう見るといい。下から天空って感じ。怖いな、これ。管理。怖い。でも一応ほら全然ね、すごいよね、これ一本でさ、これを固めてるってことでしょ。そう、溶接で。すごいよね。できました。はい、お疲れ様でした。天空の心拍。天空心拍。天空心拍。どうですか、感想は。こんなまとまるとは思わなかった。思ったより。いや、ていうか根っこがこんな取れると思わなかったんで。ああ、なるほど。もっとモコってなってこう落ちる感じしかないよなっていうイメージだったんですけど、しっかり薄さもキープできたというか。なるほどね。でもこの土の量だったらさっきの鉢のだいたい今3分の2ぐらいは確保できてるんで、十分だとは思います。他の石付きに比べたら持ってる方だと思いますんで、いや、なんか綺麗にできましたね。なんかいいよね。リースどうですか？リースリース行きますか？リース持ってきましょうよ、これ。なんか目は引くよね。引くです。なんか新しい見せ方の一つとして、逆に言うとヨーロッパの方だったらこういうのが流行ってるのは僕は知ってるんで、逆にそういうオマージュ的な形で僕も勉強になりましたけど、とはいえなんですかね、木も面白い、こんだけ動いてる木だから相まってるんじゃないかなと思います。これが単調な木だったりすると、下の台に負けちゃったりとかして少しトータル的にバランスが何ですかね、台が強くなっちゃうみたいな可能性あるんですけど、こんだけ動きのある木なのでそこはもう全然トータルバランスよく取れたかなと思います。ちょっといろいろみんなってちょっとどうしようかみたいな悩んだんですけど、結果いろいろ悩んだおかげでいい形になってよかったなと思いました。だからこっち草かなんかね、それを作ったらもっと良くなる。ここなんです。結構こっちもこだわりたいです。
ここら辺も作りたくなってきちゃうね。そうね。ここにね草をちょっと足そうかって話してたんだけど、なくていいんじゃないかって。エバスさんの、はい、これ作者ね。エバスさんこれをもう少しなんかあるといいかもしれないです。スパじゃなくて、なるほどね。あとなんか高低差もこの並んでるから、こっちの造形をもっとってこと？こっち素晴らしいと思う。なるほど。それ言ったら塗装ももっとさ、古くした方がさ、古い木植えた時かっこいいわけね。まあ無理無茶言ってるけどでもハードル高いなと思っちゃってるよ多分ね。これがもしかしたら来年の温泉祭りになるかもしれない、お店は小野さんの向かい側らへんかなありますんで、あるんで、よかったらこういう食とかもねたくさんあります。やってみていかがでしょうか。はい、ということで空中心拍いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。なんかないお知らせとか。お知らせって言われるとさ出てこないんですよ。国風は国風、はい、今年も国風展の季節がやってまいりました。上野の東京都美術館では日本中から名品が集まっております。今年は第100回ということで記念すべき展示会になりますので、日本国内また世界中の皆さんぜひご来場いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。東條さんは出してるんですか。立春の方に。立春の方にはちょこっと、僕いるかちょっとわからないですけど、やってますんで、よかったらお待ちしております。はい、私の8は結城書籍さんのところでやってます。コムポットもたくさん仕入れました。あと東愛さんの5周年記念バッジいくつか届きましたので、そちらも販売してると思います。国風中大体ね、いろんな海外の団体の方とかお見えになるんですけど、ちょっと僕もいない日も多かったりとかするので、自由に見ていただいていいですので、木曜日だけお休みですので。そうですね、盆栽村は木曜日は休み、お気をつけください。それではいい国風ライフを、はい、ありがとうございました。